皆さんこんにちは。東京そばキッチンの野中あさこです。このビデオでは二八そばの作り方をお伝えしていきます。そば打ちを始めてみたいなと思う方、やってみたけれどなかなか工程がうまく覚えられないなという方に参考になればいいなと思って作りました。どうぞご覧ください。まず材料を紹介します。そば粉 400g、 中力粉 100g、 お水が総量の半分 250ml です。途中で打ち粉を 100g 程度使います。これで約5人分のおそばができます。計量した粉をふるいにかけます。粉を均一にして間に空気を入れることで混ぜやすくしていきます。そばの皮などがあればここで取り除きます。水を入れる前にそば粉と中力粉をしっかりと混ぜ合わせます。手を熊手のように大きく張って指の先を使って混ぜていきます。全体の6割のお水を入れます。分量は 150ml です。指を立てて水回しを行います。大きなダマができないように素早く混ぜていきます。この時の目安は粉の粒がパン粉状になることです。全体がパン粉状になったら2回目の加水をしていきます。今度は25から 50ml 残して水を入れます。再び指を立てて混ぜていきます。途中で煽りを入れて下に溜まった小さい粉を上に持ってきます。状態を見て水の調整をします。そこに溜まっている粉が米粒くらいの大きさになるまでしっかり加水します。細かい粉がなくなったら練っていきます。腕を伸ばし体重をかけて練ります。表面がつるんとするまで練っていきます。今度は折りじわをなくすように外側から中央に回しながら練っていきます。これを菊練りと言います。中心にできた穴をきれいに塞いでいきます。鉢の底を使ってきれいな円錐形に整えます。上から軽く押さえて平らにし、優しく鉢から外します。のし台にくっつかないように打ち粉を引きます。上にも打ち粉を巻きます。手押しで20センチぐらいに広げます。一度に潰さずに外側、真ん中と少しずつ押していきます。次に綿棒を使っていきます。そば打ちでは猫の手のような形で生地を伸ばしていきます。指先をぐっと内側に曲げて山を作ります。この山で綿棒を抱えて手の中で綿棒を回しながら前方へ伸ばしていきます。慣れるとうまくできるようになるので机の上で練習してみてください。手前と奥の2センチは残しながらのします。生地を少しずつ回転させ大きな丸にしていきます。直径約40センチ、厚さは5ミリ程度にします。次にこの丸を四角にする角出しを行います。畳んで切るときに効率の良い形にするためです。綿棒にたるみなく生地を巻きつけます。
のひらで5回叩きながら棒を前方に転がします。同じ方向に3セット行ったら180度回転させます。一度生地を開いて下から巻き直します。また3セット叩きながら前方に転がします。今度は向きを90度回転させます。同じことを3セット180度回転させて3セット行います。広げてみて少し小さければもう一度繰り返します。今度は回数は加減してください。円形から角ができて正方形の生地になりました。角出しの時に中央に巻かれていた部分は薄く、そうでないところは厚くなっています。この厚いところの生地を伸ばしていくことを肉分けと言います。すでに薄いところはあまり触らずに厚みが均等になるようにします。次に幅出しをしていきます。縦方向に60センチくらいに伸ばしていきます。巻き取って向きを90度回して開きます。厚さ 1.2 から2ミリぐらいの間で好みの厚さに整えます。下から巻き取って向きを90度変えて畳に入ります。利き手に畳んだ時の折り目が来るように面体を半分に重ねます。この時生地同士がくっつかないように打ち粉を間にふるいます。上から3分の1を重ねます。下から上に重ねます。いよいよ切りです。切り板の上に打ち粉を敷いて面体を優しくのせます。上からも打ち粉をふるいます。包丁は人差し指を下に向けてしっかりと持ちます。利き手でない方の手をこのようにし、包丁から10センチほど離しておき、駒板を支えます。包丁の上側を傾けて駒板がずれた分だけ駒板に包丁を這わせて面を切ります。傾けて切る、傾けて切るを繰り返していきます。包丁は駒板から離れないようにします。約 1.2 から2ミリ程度でお好みの細さに切り揃えます。1人分切り終えたら切ったそばを広げ、打ち粉を落とし容器にしまいます。
茹でるときは必ず1人前ずつたっぷりのお湯で茹でます。一旦そばが沈むので菜箸で優しくほぐします。この時激しくかき混ぜるとそばが切れてしまうので注意します。再沸騰してから約1分ほど茹でます。麺をざるに取り、流水で粗熱を取ります。氷を張ったボウルの中にざるごと入れてよく締めます。しっかりと水を切ります。そばを広げてお皿に盛ります。めんつゆや薬味とともにお召し上がりください。いかがでしたでしょうか。以上がそば打ちの工程となります。ご自分で作ったおそばは格別に美味しいです。ぜひトライしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。